恋、渡辺音。そこの海岸のホテルでの話です。彼女は女優でした。少しばかり年を取りすぎてしまいましたが、それでもいろんな意味で最も評判の良い女優でした。劇場が夏休みなので、泳ぎにたった一人で海岸へ来ていたのです。ところが、ホテルのベランダで、ゆくりなくも誰とも知らない一人の青年を見初めてしまいました。これは日頃の彼女にしてみれば非常に珍しいことで、しかもその青年はちっとも美青年でも何でもなくて、むしろうち見たところ、ひどく不器用な感じしかない男なのですが、そんな点がいっそかえって彼女の心を引いたのかもしれません。彼女と青年とはよく申し合わせたようにベランダで一緒になりました。それも大抵他に人目のない時が多かったのです。あの人がもし、ちょっと後ろを振り向いて、そして、私を恋していると、一言言ってくれたらば、と彼女は思うのでした。でも、結婚なんて私、尺だわ。弟ならいいわ。あんた、私の亡くなった弟とそっくりなんですもの、とそう言おうかしら。青年としてもきっと彼女に恋しているのに違いありません。その証拠に青年はことのほかなる臆病者と見えて、彼女とそこで顔を合わせるや、いつでも真っ赤になって、そっぽを向いて、ひたすら海や竹林の景色など、あらぬ方ばかりを眺めるのです。もしかして自分が世にも名高い女優であることを、このアザラシのように内気な青年は知らないのではあるまいかと疑っても見るのですが、いつか海岸でちょうど青年がしゃがんでいた砂の上に、彼女の名前が大きく書かれているのを見かけたことさえあったし、そんな道理はないはずです。彼女は華奢な両肩がピンと尖ったサラサ模様の古風な上着を着て、行儀よく居住まいしたまま、青年の後ろ姿を腹立たしげに睨むより仕方がありませんでした。彼女は何とかして青年と近づきになれるような大きなきっかけを作ろうと思いました。そこで彼女は青年が泳ぎに行くような時を見計らって、彼女も海へ行って、青年の泳いでいる付近で溺れて助けてもらおうかと考えたのですが、その計画は実行されるに至りませんでした。青年は泳ぎが非常にまずくて、ほとんど腰の深さのところばかりに立っているのに、彼女は5マイル遠泳くらいをやれそうな腕前なのでしたから。青年は砂の上に寝転んで、はるかに赤と青とだんだら島の水着を着た彼女のか細い腕が抜き手を切って波と戯れているのを不思議そうに見物していました。失礼ですが、お嬢さん。とうとう、それでもある晩のこと、ベランダで青年の方からこう彼女へ声をかけました。失礼ですが、お嬢さん。あなたに、もしや、お兄さんが一人おありになりはしませんでしたろうか。
内気な青年は、極めておどおどとして、口ごもりながらそう言いました。兄があったかとおっしゃるのでございますか？ございましたわ。ええ、ええ。それは非常に優しい兄が一人、ございました。と、彼女はびっくりしながらも、喜び勇んでそう答えました。そうですか。それで、そのお兄さん、今はご一緒にはいらっしゃらないのですか？はあ、もう、別れになりましてから、そうでございますね。かれこれ15年にもなろうかと存じます。何分私なぞまだあまり幼い自分のことだったものでございますし、一体どんなひどい家庭の事情があったものでございますやら、その後誰も聞かせてくれるものもございませんし、今もって全くわからないのでございますが、ですが、その兄が、どうかしたのでございますか？彼女は顔を輝かして、そう聞き返しました。15年？そんなに経ってしまったのでは、もうまるで面影さえも覚えてはいらっしゃらないかもしれませんね。いや、実は、あんまりはっきりとしたことを最初からお受け合いするわけにも参らないのですが、少しばかり友達から聞かされましたので。と、おっしゃいますと、兄らしいものでも、どこかにいるのでございましょうかしら。まあ、そうなのです。詳しいことを申し上げないとわかりませんが、だいぶ変な話なのですよ。それできっとご信用なさらないだろうと思うのですけど。信用いたしますわ。どんなことだって。実は、驚きになってはいけませんよ。あなたのお兄さんはずっと前からあなたの芝居を、あなたとは知らずに、四十海に行っていたのです。まあ、でも、無理もありませんわ。15年も会わずにいて、しかも舞台顔で、名前までまるっきり変わって別の名前なのでございますからね。それに兄だって、まさか私がこんな職業の女になっていようとは、それこそ夢にも考えてみもしませんでしたろうし。ええ、全くそうなのです。兄さんは、あなたと別れて以来、いい具合にもそんなに不幸せな目にも合わず、ことにこの頃ではおとぎ話の作家として割合に評判も良くなって、ほとんど不自由なく気ままな暮らしをしていますが、やはり一日だってあなたの身の上を忘れることはなく、何とかして早く見つけ出して一緒になりたいと念じていたのでした。そんなにまで心にかけていながら、兄さんとしたことが、あなたの舞台姿を見て、親身の妹の幼顔を思い出すことができなかったばかりでなく、実にけしからんことにも、あなたにひどく恋してしまったのです。その恋のためには身も世もなくなるほどの気持ちでしてね。まあ、女優は全くうろたえてしまいました。で、ぜひとも結婚しなければ、命にかけても結婚すると固く心に誓ったのですが、それほど思い詰めていたにもかかわらず、あなたの兄さんと来たら、お話にならないくらい気の弱い人でしてね、どうしてもその心の丈をば、あなたに会って打ち明ける勇気が出なかったものです。そこで、兄さんのごく親しい友達の一人が選ばれて、代わってあなたのところへ、そのことの話をつけるために出かけていくことになりました。青年は言葉をちょっと途切らして、さて、ため息を漏らしました。では、そのお友達というのが、あなたでいらっしゃいますの？でも、あなた、ちっともお困りになることはございませんわ。女優は感動しながら優しくそう言いました。いやいや、違います。そうではありません。困ったことというのは、その選ばれた友達が、よせばいいのに、といったところでいつかは知れるにはそういないことなのですが、あなたへお話しする前に、責任を感じたものと見えて、私立探偵に頼んで、
あなたの身元を調べ、そのついでに兄さんの方も調べてみてもらったところが、図らずもこの二人はもともと一本の幹から出たもので、兄さんはどうやらあなたの真実の兄であるらしいということが分かったのです。さあ、そうなってみると、その友達は途方に暮れてしまいました。なぜと言ってもそんなことをうっかり兄さんに打ち明けようものなら、兄さんは失望のあまり、人生を呪って必ずや我が身を滅ぼしてしまうに違いないと思ったからです。いっそ、何もわからずに、知らないまんまで、兄と妹とが闇雲にうまく結婚してしまえば何事もなかったろうが、と、今更悔やんでも追っつきません。とうとうその友達はかわいそうなことにも、自責の念に耐えかねて、ある夜のことどこかへ逃亡してそれっきり行方もわからなくなってしまったような始末です。けれども、一旦私立探偵がそうと嗅ぎつけた以上、たとえその友達が姿をくらましたにせよ、そんなことをすればするだけ、いつまでもその秘密が漏れないで済む道理がありません。ある晩、クラブで酔っ払いの友達同士が、声高らかにその内緒話を喋っているのを私は、そうです。私は、聞いてしまいました。もちろん私たるものの驚きは例えるものもありません。一体こんな残酷な運命のいたずらを、果たして我々はそのまま許容してしまっても差し支えないものであろうかと、私は嘆き、悲しみ、憤りました。だが、いずれにしても、こうした事実はお互いのために極めて判然とさせなければならないと考えまして、それ以来改めて自分の手でいろいろ調査をしてみました。そしてとうとう、今朝になって、その動かすべからざる調査の結果を知り得たのです。なんでございますって。それでは、あなたは、もしや。女優は感激のあまり頭を押さえて立ち上がりました。もしや、あなたがそのお兄さんではないのですか？そうですけれども。ああ、それが。青年はすっかり胸を詰まらせて息苦しそうにともりました。まあ、女優はいきなり青年の肩をしっかりとかき抱いて幾度も幾度も接吻しながら、さて、小さい声で囁くようにこう言いました。まあ、嘘つき。あんたって人はなんて嘘つきなの。あたしには、兄さんなんて、厄介なものはたった一人だってありゃしなくてよ。青年は抱かれながら、おろおろ声で弁解しました。だって僕の言おうとしたのは、その調査の結果が、やっぱり僕とあなたとは兄弟ではなくて、その友達が自分も同じようにあなたを好きだったので、そんなデタラメを捏造したまでであるということなのです。バカ。まだそんなことを言っているの？女優は、そして、まるで楽しいピアノのような音を立てて、笑い崩れました。女優とその童話作家だという青年とは、それから間もなく結婚して、幸せに暮らしました。